こんにちは。今回は古都京都の自然美と歴史的遺産が融合した素晴らしいトレッキングルート、京都ラウンドトレイルを歩きます。京都ラウンドトレイルは京都の周囲を取り囲む山々をつなぐ約80キロのトレッキングルートで、東山ルート、北山東部ルート、北山西部ルート、西山ルートに分けられます。今回は1泊2日をかけて伏見稲荷や銀閣寺、比叡山などの人気の寺社を巡ることができる東山ルートと北山東部ルートを巡りました。この旅には山の静寂と寺院の荘厳さ、そして自然が織りなす四季の美しさがあふれています。皆さんも一味違った京都を旅してみませんか？旅の始まりは東京駅。始発の新幹線で京都に向かいます。新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。京都駅は古都京都の玄関口にふさわしく、近代的で美しい作りをしています。まずは余分な荷物をコインロッカーに預けて、スタート地点の桃山駅に向かいます。桃山駅に到着しました。ここから東山ルートがスタートします。ルートについてはガーミンコネクトで GPX ファイルを作成しましたので、概要欄にリンクを貼り付けておきます。桃山駅を出発してすぐに明治天皇が埋葬された伏見桃山の岬に到着します。明治天皇の墓所はこのまんますぐ進むとあるのですが、墓所には立ち寄らずにここを左に曲がります。京都ラウンドトレイルにはこのような道しるべがたくさん立っています。少しルートを外れて柏原の岬に立ち寄ります。ここは桓武天皇の墓所です。桓武天皇は奈良の平城京から京都の平安京に都を遷都した天皇です。京都の礎を築いたと言っても良いでしょう。柏原の岬を出てすぐに伏見桃山城公園にたどり着きます。ここは本物の城ではなく伏見城を再現した公園です。かつてこの伏見の南側には小倉池という巨大な湖が広がっていました。伏見は水運により京都と大阪を結ぶ要衝の地であったため、この地に城が築かれたのです。伏見桃山町公園を後にして伏見北堀公園内を歩きます。しばらく住宅街を歩きます。ここは八品峠、京都と奈良を結ぶ街道にある峠です。八品峠を左に曲がります。コースは住宅街を離れ竹林に入ります。この竹林のルートをしばらく登ると大岩山展望台にたどり着きます。大岩山展望台からの景色はとても素晴らしく、京都や大阪の街が一望できます。大岩山展望台から少し山道を下ると大岩神社の境内に入ります。大岩神社は2つの岩がご神体であり、男女それぞれの神様が祀られています。その2柱の神様はどちらも重い病気にかかり、お互いで看病をし合って治療したと伝えられています。それゆえに治療のご利益があると言われており、戦前はたくさんの参拝客で賑わいました。しかし今ではすっかり廃れてしまいました。大岩神社はうっそうとした森の中にあり、参拝客の途絶えたこの神社には神秘的な雰囲気が漂います。すっかり森と同化したこの神社にいると、
とても心が落ち着きます。この地区はノスタルジックな街並みが残っており、静かな京都を楽しむことができます。このような京都市民の日常を感じることができるのは京都ラウンドトレイルの醍醐味です。ここは弘法ヶ滝、真言宗の開祖弘法大師空海を祀る修行場です。ここは日本古来の神道と仏教が融合した霊場です。伏見稲荷大社は大変混雑していますが、この辺りは人が少なく落ち着いた場所です。美しい竹林を抜けて伏見稲荷大社へと向かいます。ここは伏見神宝神社、日本最古の神器十種神宝が奉安されています。伏見神宝神社から少し歩くと伏見稲荷大社の境内にたどり着きます。まずは入り口に向かいます。ここは伏見稲荷大社の第二鳥居です。伏見稲荷大社は日本全国に約3万あると言われる稲荷神社の総本社で、京都で最も人気が高い神社です。漢字で稲荷とは稲を担いで運ぶという意味を持ちます。稲荷の神は五穀豊穣を司る羽化の御霊という神様です。そして羽化の御霊の使いとして狐が豊作を運んでくると信じられており、狐が稲荷神社のシンボルになったと言われています。これは外国人に大人気の千本鳥居です。伏見稲荷大社には千本鳥居の他にもとても神秘的なスポットがたくさんあり、すべてを回るには約2時間程度かかると言われています。四つ辻まで登ってきました。ここからは京都市内が一望できます。四つ辻からしばらく登ると眼力社があります。この神社は眼病治癒のご利益があります。それでは伏見稲荷大社を後にして京都ラウンドトレイルに戻ります。住宅街とトレイルを歩いて次は泉入寺に向かいます。泉入寺は皇室の菩提寺であり御寺と呼ばれています。泉入寺の周辺にはこのように皇族の墓所がたくさんあります。拝観料は大人500円、子供300円です。大門をくぐるとすぐにある楊貴妃観音堂に安置された観音様は世界で一番美しいと言われています。泉入寺は真言宗泉入寺派の総本山の寺院です。本尊は釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏です。釈迦如来は過去、阿弥陀如来は現在、弥勒如来は未来を司っています。泉入寺の奥へ進むと雲龍院という寺院があります。この寺院は四季折々の景色が美しい庭園や情緒のある書院が見どころです。
ご本尊は薬師如来、病気を癒し心身の健康を守ってくれる仏様です。本堂の入り口で拝観料を支払います。雲龍院では写経体験と抹茶と拝観料がセットになった1500円のコースも用意されています。写経で心の乱れや邪念を払い、美しい庭園を眺めながら抹茶をいただくのはいかがでしょうか。泉入寺を後にして同じ境内内にある今熊野観音寺に向かいます。かつてこの地にて弘法大師空海の前に熊野地方の神である熊野権現が降臨したことから、この寺を建立したと言われています。本尊は弘法大師御作と伝えられる十一面観世音菩薩、病気の治癒などにご利益があるとされています。今熊野観音寺は西国33カ所札所巡りの寺院の一つです。札所巡りとは特定の地域にある寺院を巡礼して巡礼札を納める、いわばスタンプラリーです。三国33カ所巡礼は主に観音菩薩を祀る寺院を巡礼します。熊野観音寺を後にしてしばらく歩きます。ここからしばらく住宅街を進み、その後にトレイルに入ります。国道1号線に出ました。国道1号線を渡るには地下道を通る必要があります。この道を直進すると清水寺ですが、今回は立ち寄りません。時間がある方はぜひお立ち寄りください。京都ラウンドトレイルのルートはここからトレイルに入ります。東山山頂公園です。ここは眺望がとても良く、京都市内を一望できます。それでは下山します。尊松院の境内を通り抜けます。尊松院は平安時代の僧元山大師を祀った寺院です。元山大師はおみくじを考案したと伝えられています。ここは粟田神社です。この神社はスサノオノミコト、大名鞭の御事を主催神として祀り、厄除け、病除けの神と推計されています。この神社は京都の東の出入り口である粟田口に鎮座するため、古来東山道、東海道を行き来する人々が旅の安全を願い、旅行安全の神として知られるようになりました。ここは欅インクラインです。明治時代に琵琶湖から京都市内に水を引くための琵琶湖疎水という水路が作られました。琵琶湖と鴨川の水位に高低差があるため、ケーブルカーの原理で船を引き上げるこの欅インクラインが作られたのです。
少し寄り道をして南禅寺に立ち寄ります。南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山の寺院で、日本で最も格式の高い禅寺です。古門は三門という名称で、京都三大門の一つです。天下の大泥棒石川五右衛門の名台詞「絶景かな絶景かな」はこの門の廊上からの景色を指しています。このお寺の境内には美しい枯山水庭園やフォトジェニックな水路閣など見どころがたくさんあります。蹴上インクラインまで戻ってきました。ここから大文字山を目指します。ここは日向大神宮です。この神社は5世紀末頃、つくしの日向にある高千穂峰の親戚を移したのが起こりと伝わっています。主催神は天照の大神で、それ以外にもたくさんの神様が祀られています。この神社はかやぶき屋根が特徴的な神明造りという様式で建てられています。これは雨の岩と、通り抜けると汚れが払われると言われています。ここが大文字山です。夏の風物詩、五山の送り火の一つ、大文字焼きで有名です。鹿谷山随光院という修行場で、並切不動明王が祀られています。弘法大師空海が唐から帰国する際に船が暴風にさらされた時、不動明王の像が荒波を沈めたという伝説があります。大文字山を下山しました。ここは哲学の道という遊歩道です。20世紀初頭の哲学者西田幾多郎が毎朝この道を歩いて思想にふけっていたことにちなんで名付けられました。銀閣寺がこの近くにあるのですが、もう閉館してしまいましたので、本日は宿に向かいます。おはようございます。これから銀閣寺に向かいます。銀閣寺は庭園の美しさが人気の寺院です。銀閣寺は臨済宗聖国寺派の寺院で、正式名称を東山自生寺と言います。銀閣寺の庭園は砂を水に見立てた枯山水庭園、大きな池を配置した池泉式庭園、これらの2つの様式が楽しめます。銀閣寺を後にして次に向かうのは比叡山です。道すがら立派な神社を見つけました。北白川天満宮です。この神社は医療、病気平癒、酒造り、五穀豊穣の神様、宿儺彦の命が祀られています。境内は133段の石段を登った先にあり、とても落ち着いた雰囲気の神社です。
ここからトレイルに入ります。ここは山の神、大山積の神を祀る大山積神社です。大山積の神は富士山の祭神である女神、木の花咲夜姫の父親です。ここから先は本格的な山登りです。しばらくコンビニ等がないので、食料や飲料は早めに調達しておきましょう。これはたぬき谷山不動院の36道士の一つです。雨竜山の山頂に着きました。ここにはたぬき谷山不動院の奥の院のお堂が建てられています。ここからしばらく山道を歩いて比叡山を目指します。哲学の道から雨竜山までが約50分かかりました。そして雨竜山から比叡山までは約3時間かかります。延暦寺まではあと少しです。ここからはしばらく見晴らしの良い場所を歩きます。比叡山延暦寺は高野山と並ぶ日本仏教の二大聖地の一つにして、日本仏教の中心地です。本来のルートはこの橋を渡りますが、延暦寺の東棟エリアを見学するためにまっすぐ進みます。延暦寺は東棟、西棟、横川の3つのエリアに分かれ、大小約150のお堂があるとてつもなく大きなお寺です。ここは東棟エリアにある阿弥陀堂です。このお堂は1937年に建てられた割と新しいお堂で、延暦寺で最も標高の高いところに建てられています。ここは延暦寺の中心地、根本中堂です。現在は改修中です。堂内の撮影はできませんが、堂内には薬師如来像が祀られています。先ほどの橋まで戻ってきました。橋を渡った先に山王院堂という延暦寺の歴史にとって重要な古いお堂があります。この階段を降りると西棟エリアです。西棟についてすぐにあるのが浄土院です。ここは伝教大師最澄の御廟です。ここは釈迦堂、正式名称は天保林堂です。ご本山の釈迦如来にちなみ、釈迦堂の名で知られています。延暦寺の境内を抜けてしばらく山道を歩き、貴船口を目指します。ここからはアップダウンの多いハイキングコースです。公共交通機関があまりないので、どこまで行くかはあらかじめ決めておく必要があります。集落に出ました。延暦寺からここまでは約3時間かかります。この辺りは大原地区、ノスタルジックで美しい農村地帯です。ここから三千院までは1キロちょっと、美しいお寺なので時間があれば寄り道しても良いでしょう。ここは都会の喧騒から離れた静かな里山。目の前には歴史を感じる古い家へと自然の織りなす美しい景色が広がります。この集落は古き良き日本の風情を今に伝えています。
再びトレイルに入ります。ここから約1時間で鞍馬の集落です。トレイルを抜けると小さな社を祀る神社がありました。ここは鞍馬の集落です。古びた家々が織りなす素晴らしい風景が今も残っています。ここは鞍馬寺です。とは言ってもここは鞍馬寺の入り口に過ぎず、鞍馬寺は山の上にあります。鞍馬寺は近世からやってきた魔王が降臨した地という言い伝えが残る京都最強のパワースポットです。今回は閉館時間が近いので行きませんが、時間があれば立ち寄ると良いでしょう。鞍馬寺からしばらく歩いたところにある貴船口駅から電車に乗って帰ろうと思います。貴船口駅に到着です。最後までご視聴ありがとうございました。